土踏まずを作る筋肉の正しい鍛え方をお伝えします。皆さんこんにちは。足の専門家中島武史です。私が何をもって足の専門家というふうに言っているかとか、私のやってきたことなんかを興味ある方は下の概要欄に翻訳付きで出てますので、よければご覧になってください。今回の動画は土踏まずを作る筋肉ってどうやって鍛えたらいいのか、土踏まずを取り戻したいんだけど、土踏まずはどういうトレーニングしたら戻ってくるのかっていう話を詳しくお伝えしたいなと思います。間違ったトレーニングをすると痛めるだけで余計に後で足の疾患が出たりするのでね、すごく重要なお伝えになります。では内容です。まず土踏まずを構成している筋肉とは、でどう鍛えればいいのかですね。この動画をご覧になることであなたは土踏まずというものや土踏まずを作る筋肉について正しく理解し、どうやって鍛えればよいかを理解することで土踏まずを取り戻せるようになります。私は足の専門家であると同時に歩行指導や動作改善の専門家でもあります。できれば世の中に正しい健康情報を広めたいなと思って YouTube を始めたんですが、この動画が世の中に広まっていくかどうかは仕組み的に皆さんがこの動画を見て高評価をしてくださったりとか、チャンネル登録をしてくださったりとか、コメントを書いてくださるとその動画は広がりやすいみたいなんですね。ですからいいなと思っていただいた方は高評価やコメントやチャンネル登録をよろしくお願いします。では土踏まずを構成する筋肉についてですけど、ちょっと骨の模型しかないんですが、筋肉で言えば後脛骨筋っていう筋肉とか、あとは腸母子屈筋っていう筋肉がそれにあたるんですが、大まかに言ったらこれくるぶしですね。この形ですね。ここのところからくるぶしのところを通ってふくらはぎの内側のところに上がっていってる、こういう筋肉なんですね。でこの筋肉があればこうなるわけです。でないとベタっとなる。手でやるとこれ右足とすればこういう筋肉があるとこうなるし、なかったらベタっとなるっていう。ではその腸母子屈筋や後脛骨筋ってどうやったら鍛えられるのかというと、これはもう本とかネット見たら書いてあるんですけど、これらの筋肉は土踏まずのアーチを形成する筋肉であると同時に、まず一つは特に腸母子屈筋がそうだったと思うんですけど、荒れた地面とか平らじゃない地面を歩こうとした時に使ったりするんですね。だから昔の人の方が土踏まずがあったとすれば、荒れた地面を裸足で歩くようなことをするとその筋肉が鍛えられやすかったっていうのはあるんですよね。でそれ以外にこれらの筋肉っていうのはどういうふうな形で鍛えられるかというと、よく言われるのがつま先立ちをすると鍛えられるというふうに言います。だからこの筋肉を鍛えるためによく言われているのが、足をこう置いてかかとを持ち上げてこういうふうにつま先立ちをする運動をしましょうなんて言ったりするんですよね。ではそういうのでこの動画も鍛えましょうっていうふうに言うのかというと、私は足の専門家で現場を見てて多くの患者さんを見ている立場で言うと、この鍛え方はお勧めしないんですよね。でもっと言うと足を痛めてる外反母趾とか足底筋膜炎とか他の足痛めてる人なんかは特にこれはもう絶対やめといた方がいいというのがあります。でその理由をいくつかちょっと説明していくと、土踏まずというのは筋力があるだけで勝手にできるもんではないんですよね。じゃあその筋肉を取り戻したから土踏まずができるのかというと、土踏まずというのはそもそも足に外に荷重することによってこういう形になるわけですよね。で内踏んでしまうと潰れる。だから土踏まずっていうのは実を言うと可変式で、潰れたり持ち上がったり潰れたり持ち上がったりしながら歩いてるんですね。この動きで衝撃を吸収しています。この辺りに詳しい動画を作ってあるんで、土踏まずの動きに関してはこの動画を見ていただいたらいいと思うんですが、じゃあ結局のところこういう鍛え方で土踏まずの筋肉ができても内を踏みしめっぱなしの癖がついてある方はそれだけでは土踏まずができないんですよね。ですからその土踏まずを作る動きを別で覚えるんであれば、その土踏まずを作る動きでも鍛えちゃった方が自然ですよね。その動作をしたらその筋肉が鍛えられるっていう方が、わざわざこれで筋力を作っといてまたこの動作で使い方まで覚えないといけないとなったら二度手間だしややこしいっていうのがあります。だからこれは私としたらこういう運動はお勧めしないというのはまず一つ目で、特に足の痛めてる人に絶対やめてほしいって言ったのは、これってもう外反母趾をやっちゃってる人とか、足の例えば魚の目がある巻き爪があるなんていう人はこうすると前の方の傷んでる箇所がすごく負担なんですよね。で傷んでる箇所負担なところに余計鍛えようと思っても、それはもう疲労困憊したサラリーマンに「いやお前鍛えたらもっと力つくから」って言ってるみたいなもんです。もう力つく前に倒れちゃいますよね。でそういうことになっちゃうから、この前に負担をかける使い方で土踏まずの筋肉を鍛えるなんていうのはやめた方がいいというふうにお伝えしています。ではどういう鍛え方を私たちはお勧めしているのかというと、先ほどお伝えしたように土踏まずというのは外側を踏んでこういう形でできるものですから、この動きが基本的にはトレーニングになります。だからこちらの動画を見ていただきたいんですが、
このような動きをするとうまくできた時って土踏まずあたりの筋肉がちょっとつりそうな感じするはずなんですね。それはそこがテンションがかかってて負担がかかってるっていうことなので、この形で鍛えることはできます。でもっといいのは次の動画を見ていただきたいんですが、実際に足の動きに即した形にしてみるとこうなります。真横じゃなくてちょっと斜め後ろに足を引くような感じになったんですね。横からの動画を見ていただいたら分かりやすいんですが、真横に行ってるんじゃなくて斜め後ろにしてます。こうした方がよりきっちりテンションがかかるのとプラス、あとはこれが本来の歩く時の足の動きなんですよね、そもそもが。最後にこの動画を見ていただきたいんですが、今先ほど斜め後ろに引くような方向の動きを全身を見せるとこんな感じになっています。そうなんです。正しく歩いたら結局は土踏まずが鍛えられる方向になるようになってあるんですよね。ですから本当は最終的な結論で言うと、私は正しく歩くことを頑張ってもらえれば土踏まずは形成されていきますし、その筋肉が鍛えられますよというふうな言い方をしてるんですよね。でただそれがとりあえずとにかく筋肉を早くつけたいねんという方は、最後の動画でやってたみたいに足を前に置いて次の足を前に出す時に斜め後ろに引くような感じですね。斜め後ろに引きながら土踏まずができるような感じ、このようなトレーニングをしていただくと土踏まずを作る筋肉は刺激を受けて形成されやすくなってます。いかがでしょうか。今回の話はちょっと専門的な話なんですけど、結論から言うと正しく歩いたらいいよっていう話なんですけどね。でそれはじゃあどういう動きかというと、それを組み立ててあるのがゆるかかた歩きなので、ゆるかかた歩きはファーストステップって言って一番最初は後ろ重心という教え方をしてるんですが、次のところでセカンドステップ外重心というのが入ってきて、その外と後ろがうまく組み合わさるとこの斜め後ろに引くような感じになっていくわけです。この感じが、動きで言うとスピネーション海外という動きで、それが土踏まずを作る筋肉を形成する、そこを鍛えてくれるということになっています。ぜひ頑張ってやってみてください。一番いいのはもうゆるかかた歩き頑張ることですよね。以上です。